はい、どうもこんにちは。ホワイトデスクが作りたい。そんな風に思ったことはありませんでしょうか？自分はね、あります。おしゃれなデスク環境を見ていると、なんか10分の7ぐらいね、ホワイトデスクなんですよね。個人の感想的に言うと、そんなね、誰もが憧れるホワイトデスクって結構ね、ハードル高くって、最初から自分はホワイトデスクを作るぞと、もう計画的なね、デスク作りができる猛者でないと、初手から積んでるってなんてこともね、あったりします。で、やっぱりね、ホワイトデスクの良さってその統一性だと思うんですけど、デスクの天板とかを木目とかにしちゃったりすると、もうそこでね、ガラッと印象変わってしまうんですよね。ただ、今回はそんな状況からでも諦めきれなかった自分がですね、白デスクに近づけるためにいろいろと調べて作成したこちらのデスクのご紹介というかですね、デスクレシピというか、いわゆるね、デスクツアーというのをね、やっていきたいと思います。はい。まずね、デスクの本体からなんですけれども、こちらはですね、パームワークさんの昇降式デスクを使わせてもらってまして、天板サイズが幅120センチ。で、足がね、ブラックのモデルを使っています。この字型が採用された60センチ近くまでね、低くできるおすすめの昇降式デスクでございまして、昇降の音も静かでとても気に入っております。で、自分はですね、部屋のテイストに合わせて足はブラックにしたんですけど、パームワークさんね、白色の足もありますので、そちらもチェックしてみてください。で、天板の色はですね、ナチュラルとウォルナットの2色のみ。自分はナチュラルの木目天板を使わせていただいております。で、そんなですね、木目の天板をガラッと印象を変えてくれるアイテムが、こちらのですね、デスクマットでございます。ちょっと読み方わかんないけど、YSAGI さんというところのデスクマットでして、Amazon で約2000円から3000円ほどで購入できるものでございます。こちらがなんとこの天板にぴったりの幅120センチ、奥行く60センチのサイズが用意されているデスクマットになっていまして、豊富なカラーバリエーションもあって、このホワイトがね、すごく綺麗で理想的な色味だったので今回購入してみました。厚みもですね、2ミリあってしっかりしてますし、PU レザーの質感がね、すごくいい感じです。で、裏面はですね、スウェード素材で滑り止めの機能もしっかりとあります。四隅はですね、丸くカットされておりますので、少し天板が見えてしまうんですけれども、個人的には全然気にならない範囲で問題ないかなと思っています。で、そしてですね、このモニターアームも気に入っておりまして、パッと見ですね、コフォさんの無重力モニターアームっぽいデザインになっているんですけれども、こちらも Amazon で購入できるフォリテンさんというですね、メーカーのモニターアームになっています。白色のモニターアームはですね、いろいろと探してみて、候補もたくさんあったんですけど、ピクシオさんのモニターアームだったりとか、グリーンハウスのエルゴトロチックなですね、モニターアームっていうのも検討はしてたんですけれども、それこそ最初はですね、コフォさんの無重力モニターアームが理想的だったんで、欲しかったんですけど、もうクラウドファンディングが終わってしまっていて、すぐにね、手に入らないということだったので、いろいろ探してこちらにね、たどり着きました。で、これ何がいいかってですね、アームのデザインの良さっていうのもね、さることながら、ケーブルトレーに干渉しない上面でのクランプ式がね、採用されていまして、かつね、工具不要で、テンションの調整が可能なレバーっていうのが準備されていますし、ベサマウント部分がワンタッチで取り外しできるので、めちゃくちゃ便利なんですよね。ケーブルガイドもありますし、耐荷重も32インチまでと十分ですし、何よりね、価格が約5000円ちょっとで購入できるというところがかなり嬉しいですね。質感も悪くないですし、かなりね、いい買い物をしたかなと思っています。で、一緒にね、補強プレートも使っていまして、こちらは E サプライさんの白色の補強プレートを買ってみました。モニター自体はね、家にあるモニターをちょっと使ったので、フレームはね、黒にはなっているんですけど、ここはね、おいおい考えていければなと思っています。はい。で、あとはね、このデバイス周りなんですけれども、まずね、マウスは、こちらのキークロンの M6 というサイドホイールが使えるマウスを購入してみました。動画編集の時にね、ここのサイドホイールがね、やっぱあるとめちゃくちゃ便利なんですよね。MX マスター3も白色があるんでね、それも候補にはしてたんですけど、すでにね、黒色を持ってたっていうところもあって、今回はね、このキークロン M6 を試してみました。で、カラーが綺麗なホワイトでして、Bluetooth やドングル接続のワイヤレス通信ができるモデルになっていますね。で、嬉しいことに技的対応済みなので、日本でも気兼ねなく使用することが可能です。で、DPI もこのマウス側でですね、切り替えることができまして、無線の切り替えや接続先の切り替えっていうところもここで、ね、できちゃいます。
専用のソフトなしでも各種機能が使えるっていうところがね、結構大きなポイントかなと思っています。また、嬉しい配慮もあって、ドングルがですね、USB Type-A と Type-C、それぞれ準備されておりました。で、本体はですね、78g と軽量なんですけれども、大きさはほぼほぼ MX Master 3と同じ大きさ、同じ高さになっていて、持った感じね、なかなかいい感じです。ただね、持ち手の部分も樹脂製に全部なっていまして、軽く握るときはね、ちょっとツルツル滑って、少しだけ使いづらいところもありました。MX3 はね、ここの部分がすごい手にフィットするというか、ピタッとくっついてくれる素材なので、その辺の持ちやすさが少し違いましたね。あとね、このメインホイールのスムーズさっていうところはね、やっぱね、MX Master 3がいい感じだなと思いました。ちょっとこっちがね、カタカタカタという感じで、このボタンを使えば、このフリーのね、モード変更もできるんですけど、この段階的なカタカタの方の滑らかさっていうところがね、ここの MX Master の方がちょっといい感じかなと思いました。ただね、セールで少し安くなっていて、約8000円ほどで買えたので、そう考えるとね、かなりコスパはいいかなと思っております。真っ白だし。はい。そしてですね、キーボードは、プリンストンのウルトラプラスにしてみました。こちらがですね、使いやすい 75% キーボード、かつ、日本語配列のレイアウトになっていまして、ボリュームのノブもついていて、かなりね、いい感じのモデルになっているかなと思います。さらに、無線接続に対応している、かつですね、技的対応済みの珍しいキーボードになっています。軸はですね、シルバー軸が使われていまして、打ち心地としてはですね、安っぽくなくて、カタカタカタと気持ちいい音を鳴らしてくれます。ただね、個人的なことを言うと、もうちょっとだけね、コトコト感がある方が好みではありましたね。はい。で、無線での使用時は、スペースキーのところにですね、設定オンのスイッチがありますので、そちらを起動しておいた上で、ドングルを接続してもらって、ファンクションキーと矢印ボタンで無線モード、ファンクションキープラスタブのボタンを押していただくことで、有線モードに切り替えることができます。で、ライティングもですね、ファンクションキープラス M を押していただくと、いくつかのパターンに変更できて、綺麗にね、光ってくれますね。そして、これらのデバイスを一つにまとめているのが、BenQ Beecreators GR10 でございますね。こちらが 10GBps の高速通信に対応した USB4 が採用されている 7-in-1 のモバイルドックステーションになっていまして、ここにゲーミングノート PC を接続して使えるようにしております。今これ PC 用で使っているので、ケーブルトレイにね、収納しちゃってるんですけど、スタンド機能もありまして、ポータブルゲーム機とかスマホなどのスタンドとしても活用できるドッキングステーションになっています。100W のパススルー給電にも対応していて、大抵の機器であればね、PD 充電しながら使用することができますので便利ですね。で、映像出力も HDMI2.1 に対応し、4K120Hz まで出力できますので、高性能モニターとの相性もいいですね。で、USB ポートは Type-A が2ポート、で、Type-C もそれぞれ2ポートとなっていまして、有線 LAN ポートまで準備されています。正直なところ、スタンドとしての使い道はかなり限定的でして、ほぼね、ポータブルゲーム機専用といったようなものにはなっているので、ポータブルゲーム機をお持ちでない方はですね、もう一つあるんですね。DP1310 の方が良いかもしれませんね。またですね、接続されているケーブルの長さが約20センチと短めなので、自分のようにね、ケーブルトレイとかに隠して使う場合は、延長の USB ケーブルを準備する必要がありましたね。その辺はちょっと気になる部分ではありましたが、USB4 に対応した、かつですね、コンパクトなモデルというところで使い勝手がね、いいと思っております。あとね、今これ、借りてね、フェルトマットを設置してるんですけれども、こちらがですね、アメソバさんのチクチク軽減モデルのフェルトマットとなっています。少し色味がですね、濃いグレーになっていまして、白デバイスが引き立っていい感じなんですけれども、買ったばかりというところもあってですね、ちょっと質感は硬めで、軽減されたとはいえ、まだちょっとね、チクチクが残ってるかなというところで、ちょっとね、しばらく使ってみて馴染むかどうかっていうのをまた検証してみたいと思っています。あと、細かいところで言うとですね、Nintendo Switch のこのホワイトカバーも買ってみました。取り付けも簡単でね、これはね、買ってみてよかったなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、ホワイトデスクツアーということで、パームワークデスクをね、簡易的に改造したデスクアイテムをご紹介させていただきました。デスクマットやモニターアームはね、合計しても1万円いかないので、ホ
ホワイトディスク気になっていたけど、なかなか手が出せなかったという方もですね、ぜひ試していただければなと思っています。こちらのチャンネルではこういったデスク周りのガジェットや撮影機器等の紹介をしているチャンネルでございます。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますと、すごくモチベーションになりますので、ぜひぜひお願いいたします。今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。